ただね、あそこの角がね、この中の角の中で一番難しいところですね。はい、奥崎健一郎です。相手のこうちゃんです。本日の企画です。何が来るんだ、何が来るんだ、何が来るんだ、早くしてくれー。今日の企画はこれだ。ドーン。正解しようせろー。おー。赤と青をそれぞれ置いていくんですけれども、ただ置かせることはできない。例えば日本の1914年から1945とコールして、ここにあった日本史上の出来事を言うと、なるほど、そこに石が置けます。東大王のパクリやないかーい。今回はですね、本家様に配慮しまして、赤と青の初期位置を入れ替えてあります。すげえ、超配慮してる。じゃんけんタイム。最初はグー、じゃんけんぽい。おい、こう。はい、いいですか。どうぞ。先手こうちゃん、はい、どうぞー。日本の1500年から1700年の間に関ヶ原の戦いが起こった。関ヶ原の戦いが起きたのは1600年です。はい。はい、ちょうど真ん中ですね。はい、まあというここに置かれまして、ここがめくられる。高校伊沢さん、どうぞ。はい、2000年以降のフランスでお願いします。ここですね。はい。はい、サルコジ大統領就任。サルコジが大統領になったのは2007年です。はい、ここは青になりまして、ここがめくられます。はい、はい、サルコジ。日本の日本の1200年から1400年、鎌倉幕府が滅亡している。鎌倉幕府が滅亡したのは1333年です。はい、はい、1500年から1700年の中国で参ります。はい、ヌルハチが生まれる。生まれる。はい、秦の初代皇帝と言っていい存在なんですけど、秦という国号を名乗ったのがヌルハチなのかちょっと俺はよく。いや、ヌルハチじゃなくて次の本体寺っていう人が本体寺が名乗った。国号秦と書きました。はい、ヌルハチが生まれたのは1559年です。はい、完璧だった。じゃあイスラムで、イスラムはイスラム世界ですね。はい、で2000年以降イスラム国が活動を始めた。これ僕さ、いつも赤だからさ、すげえ混乱すんだよ。僕今疑似東大王の気分なんです。イスラム国が樹立したのは2014年です。端っこにはい、色を取りましたね。はい、1000から1100年代の日本に行きます。白河上皇が院政を開始。1086年。はい、じゃあイギリスのはい。1500年から1700年、チャールズ1世が処刑される。スチュワート朝の頃ですね。チャールズ1世が処刑されたのは1649年です。はい、はい、2000年以降のイギリスにしましょうかね。メイが首相に就任。2016年です。はい、歴史。ロシアの2000年以降でメドベージェフが大統領を辞める。2012年です。全然大丈夫だ。予想通りね、2000年以降が最初に生まれましたね。はい、伊沢さん、角が取れる状態ではありますね。そうなんです。ただね、あそこの角がね、この中の角の中で一番難しいところですね。はい、1000年から1100年のロシアにキエフ大公国が建国される。これは今の領域でいくとウクライナなんですけど、当時はロシアと言っていいでしょう。キエフ大公国が建国されたのは882年です。おーい。多分、はい、俺も違うかな。そう、もうちょい前だなと思ってたけどね。中国の1000年から1100年、1000円の銘が結ばれる。1000円の名位は1004年です。はい、伊沢さん、残り3枚ですね。イギリス1914年から1945年です。チャーチルが最初の内閣を組閣。チャーチルが1回目の首相に就任したタイミングは1940年です。はい、フランスの1500年から1700年、ブルボン朝が始まる。1589年です。またまた伊沢さん、残り3枚ですね。はい、もうね、僕ね、世界史のことなんてもう全然考えてないんですよ。オセロのことしかオセロのことしか考えてないんです今。1914年から1945年のフランスでは、ビシー政権が誕生します。ビシーというところで作られたんですけど、まあフランスはヒトラー率いるドイツによってですね、占領されてしまうんですけど、その時に誕生したドイツ寄りの政権ですね。ビシー政権がスタートしたのは1940年です。はい、イスラムで1500年から1700年でイスファハーンにサファビ朝の都が遷都される。大体今でも世界の半分の代名詞になってますね、イスファハーンは。イスファハーンに遷都したのは1597年です。はい、お、なるほど。1000年から1100年のイスラム、アッバース朝が滅亡。1258年です。うわ、全然いっとるやん。その時代に起こったアッバースの出来事としては、1055年にそれ言っていいの？
ていいの？あ、そうだね。よっしゃ1500年にアッパー首相がなんかやってる。よっしゃ危ない危ない危ない。頑張るぞ。ロシアの1914年から45年そうですね。ソ連が日本に宣戦布告する4月の8日確か長崎の前日とかそんなんだったんですよ。ソ連の対日宣戦布告は1945年です。言った通り8月8日です。はい。伊沢さん正解できなくてこうちゃん正解するとやると死にますね。終わりです。はい。800年から900年の日本。じゃあ菅原道真が生まれる。菅原道真が生まれたのは845年です。はい。はしごですね。中国の1200年から1400年フビライ藩が国語を元と定める。1271年です。はい。赤が分かれまして、真ん中のあたりは安定しておりますね。はい。じゃあ1000年から1100年の間イスラム、ファーティマ朝が最盛期を迎える。ファーティマ朝が最盛期を迎えたのは第8代ムスタンシルの時代で正解です。おい、なんとなくこうちゃんは1055年のアッパー首相って何を言おうとしてたセルジューク朝がアッパー首相に入場するっていう入場あったな。でスルタンの称号を獲得する。さあ伊沢さんがカードを取って状況が結構変わるかもしれません。中国の800年から900年ここですね。で唐が滅亡する。907年です。やべうわ、もったいない。しまった。1914年から1945年のイスラムサイン・マクマホン協定が結ばれる。イギリス三枚舌外交と呼ばれるものの一つで、イギリスが悪いことをしたと。イスラムに君たちのものだよって言ってあげたけど、実は君たちのものじゃなかった。フサイン・マクマホン協定は1915年です。はい、これあれですね、東大王でこのタイプのオセロいっぱいやってる俺対世界史を勉強してまだ時間が経ってないこうちゃんの戦いみたいな感じになってましたね。イスラムの1200年から1400年でアンカラの戦いが起こる。ティムールとオスマンの間でアンカラの戦いが起こる1402年であ、す。しまった。もったいないあれしまった。そうか、1402年か。イスラムの1200年から1400年に参ります。アイユーブ朝が滅亡。1250年です。はい。ちょうど半分より右が赤よし左が青という構図やりますか。はい、フランスの1200年から1400年の間でアナーニ事件が起こる。そうですはいね。ボニファティウス8世っていう人が紛死するんですけど、噴死が出てくるのはほぼアナーニ事件だけですね。そうです。死ぬくっそー連れ去られたーっつって死ぬっていう。アナーニ事件が起きたのは1303年です。まあちょっと知識曖昧だけど行くしかないね。イギリスの800から900です。はい。七王国時代が終わる。838年。おいおいまあいいんじゃないですか、多分。おい斉藤さんだぞ。文献によっては829年までとか839年までとかいろいろあるんですが、800年から900年の間に起きたということは間違いないですね。じゃあ中国の800年から900年、領税法が施行される。夏と秋に2回調整するんですかねっていうのが、それまでは訴訟要請だったんですけど、それが機能しなくなったんで、そうなんか領税法に切り替えるっていうのがあるんですけど、領税法が制定施行されたのは780年です。マジかマジかさっきから厳しいのが多いね。はい、イスラムの800年から900年アッバース朝が最盛期を迎える。アッバース朝はね結構こう文化的な王朝でもありますからね。ウマイヤ朝に比べるとこのウマイヤとアッバースの比較は本当に抑えておいた方がいいところ。ハールーン・ラシードがカリフになったのは新発売。786年です。はい。中国の800年から900年の間に高宗の乱が起こった。そうですね、塩の専売人であった高宗っていう人が起こすなんですけど、それが結果的に唐の滅亡につながります。さっきは唐の滅亡でちょっと超えちゃったけど、うん、そうそう。いけるかなみたいな。高宗の乱が起こったのは875年です。最初からこれを言えばよかったんだよな。イギリスの1200年から1400年でいきましょうかね。100年戦争始まる。イギリスとフランスが116年間もバチバチやってた、その100年戦争が始まったのがこの年代です。100年戦争が始まったのは1337年です。はい。一気に青くなりましたね。イスラムの800年から900年でブアイフ朝が建国される。ブアイフ朝、ファーティマ朝、サファビー朝、シーア派の王朝なんでこれを押さえておきたいですね。ブワイフ朝が始まったのは932年。あらロシアの1000年から1100年いっちゃいますか。お、イヴァン一世が就任。1328年です。オッケー。イスラムの800から900はい。
エジプトにカイロが建設される。おお都市の建設で来るね。969年ですもうまたオーバー。1000年から1100年、ロシアキエフ大公国が滅亡。1240年ですへもうなんだこのレース。はい、もう一回。貴重なロシアの戦そう略が1200年代がね。使ってしまいましはい。イスラムの800から900。たはいはいトゥールン朝が建国される。868年ですもうね、トゥールンチはね、東大だと絶対に出ない。フランスに関しては、まあ、ある程度フランスに影響があればいいんですね。じゃあちょっと西ヨーロッパ世界と捉えて、800年カールの大観によってフランスを含む西ヨーロッパ世界がキリスト教圏となる。フランス国王カールが戴冠したカールの戴冠800年でございます、はい。なるほど、これで左下のこうちゃんの角のマスがそんなに生きてない状態になっている。そうですね。死にですね、基本的には。ロシアの800から900。ノブゴロド国が建設される。862年です。おい。よっしゃ。1200から1400のロシアに行きます。イヴァン2世が就任。 1353年です。はい。イヴイヴァン2世就任をさっきあそこで打ったのはどっちかなと。当たれば OK ですし、当たらなくても下のあそこが取りたかったのでイヴァン2世の就任年代を調べられるなるほどというのが大きいですね。フランスの1000年から1100年は、これマジでわかんないんだよな。これね、なんで残ってるかって言ったらむずいから残ってるんだよね。シャルル4世が国王となる。はい。 1322年ですてか大学生になってこんなに年号を思い出す日が来るとは。1000年から1100年のロシアね、本当に何も起こってないんですか、そこ。キリル兄弟が2人とも、亡くなる。キリル文字を作った人たち。キリル兄弟が2人とも亡くなったのは885年です。そうだね、それぐらいだったんだな。フランスの1000年から1100年。シャルル1世が国王に即位す1265年です。る。もうだよ、シャルルがついえた瞬間だわ。で、あそこだから入るの。1000年から1100年のロシア正教会の最初の教会ができる。ビキペディアの一番最初にロシア正教会の出発点をどこに設定するかでまず論争が生じロシア正教会が起こったのは10世紀末なのでアウトです。うん。フランスでしょ。何したんだろう、フランスの頃って。バロア朝が始まる。バロア朝が始まったのは1328年です。最初のロシア大司教が就任。1321年フランス王ルイ1世が、国王になる。1327年です。キジ島の教会が作られ始める。16世紀です。おい。フィリップ1世が国王になる。1060年です。おっしゃやった俺も嬉しいぞ。ははい、いきます、はい。プランタジネット朝ができる。プランタジネット朝が始まったのは1154年です。ああ、そうだね。残念。はい、ただ俺の番です。こうちゃんが置けないので伊沢さん無限に俺の番。これ伊沢さん無限パターン。無限です。イングランドがスコットランドに侵攻を開始する。1071年です。よっしゃぬぬぬドババ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 バ。あ、すごい。こうちゃんはまあ1個しか取れんと。はいということで2マスを残しまして、もうどうやってもこうちゃんが勝てませんので勝者伊沢拓司。イエーオセロだね。オセロ勝負でした。オセロ勝負だって俺1枚になっても途中で。ちなみにロシアの1000年から1100年って何があるんですか？ウラジーミル1世やめる。ミラチームリスはどこの王様キエフロシアです。はい、ということで今回はね、世界史オセロをやってきましたけどね、無理無理無理の無理だよ、これは。これは地上波ではとても流せないゲームになりましたね。まあとはいえ世界史の勉強にはなったんじゃないでしょうか。皆さんもいろんなオセロを作って遊んでみてください。あとオセロ大事だね。うん。ということでさようなら。チャンネル登録よろしく。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。